はい、健康生活チャンネルの海老原隆弘です。今回はですね、あなたがうつ病なのか悪夢でわかるメンタル状態の診断方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは自分がですね、メンタルが低下している、精神的に弱っているとか、もしかしてうつ病なんじゃないかなって思ったことはないでしょうか。人生って様々な気分の浮き沈みがありますよね。私は大抵ですね、ポジティブな方なんですけども、学生の時にはね、もう自殺を考えるほど沈んだ時期もありました。やっぱり高校受験でものすごく苦労しましたし、理学療法士の専門学校のね、実習とか、もう本当に死にそうな思いをしながら過ごしたんですよね。そういった時期もありましたし、もう逆にですね、おかしいんじゃないかっていうぐらいハイテンションな時もありました。そしてそんな時期をね、過ごしてきて、今のポジティブな状態に落ち着いているんですよ。やっぱり苦労あったんですよね。で、こんなですね、メンタルが不安定な状態、特にうつ傾向であるとか、うつ病という状態にまでなってしまうと、時にですね、命の危険性さえ現れてしまう恐ろしいものですので、もしもあなたがそのような状態であれば、あるいは過去にそういった状態であったとか、これからそういった状態になることがあればですね、正しい対策でうつ傾向であるとか、うつ病、あるいはそこまでいっていなくても、メンタルが低下している状態というのは改善する必要があるんです。そして誰でもこれは改善することが可能なんですね。そこで今回は研究の結果から分かったあなたのメンタルの状態を診断する方法と改善する方法をお伝えします。この動画をご覧いただくことであなたの精神状態が理解できて、正しい対策をすることで今後の仕事や人間関係がうまくいくようになります。逆に知らないことで今後メンタルが悪化しても気づくことができなくて、いつの間にかうつ傾向であるとかうつ病になってしまって普通の生活さえも困難になってしまったり、命の危険性が出てくるケースさえありますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、メンタルがですね、低下するとどういう状態になるのかなんですが、これがあんまりですね、想像できないという方もいらっしゃると思います。で、これはですね、様々な状態があります。例えば、不安であるとか、恐怖が強い状態であったり、気分の落ち込みや興味関心の低下、イライラしたりとか、意欲の低下、集中力の低下などがあるんですね。ですので、このようなことに当てはまるようであれば、あなたのメンタルは低下していると考えられるんです。で、このような状況が日頃から続いているとすればですね、仕事であるとか、家事の効率なんてね、めちゃくちゃ下がっちゃいますし、日常生活から結構大変じゃないですか。例えばですね、なんかわからないけど、将来のお金のこととかね、将来のことが不安でしょうがないとか、何にもやる気がない、誰にも話しかけないでほしいなんていう状態であるとかですね、常にもうイライラしてしまって他の人に当たってしまったりね、おい、今こっちをじーっと見てたでしょなんて、街の不良じゃないんですから、こんな状況が続いているとですね、何もうまくいかないし、何よりあなた自身が辛い思いをしてしまうんですよね。ですから、気づかない間にあなたがこんな辛い状態にならないように、そしてなっていても気づかないなんてことがね、ないように、今回の内容はとても重要なことなんですね。で、じゃあですね、何をもってメンタルの状態を判断するのかなんですけれども、それは悪夢なんですね。悪夢、つまり悪い夢を見るということなんです。例えばですね、崖から落ちる夢を見たりだとか、転がってくる岩にね、追いかけられるみたいな、こういったものはありがちな悪夢ですよね。で、私の経験から言えばですね、私ちょっと特殊な悪夢を見た経験があってですね、高校受験の時にね、めちゃくちゃ勉強した時なんですけども、寝ている時にね、急に、火事なのか何なのか、急にね、人が入ってきて、おい、高弘、おい、起きろみたいに言われたことがあるんですよ。夢なのかな、呪いなのか、悪霊なのか分かんないんですけども、こういった夢を見たことがあるんですね。結構ね、怖いですよ。寝てると思ったら急に誰か入ってきて起こしてくるんですからね。で、気づいたら、はみたいな、気づいたら何もないみたいな状態だったんですが、こういったいろんな悪夢とかあると思うんですよ。あなたも、あなた自身のね、オリジナルの悪夢ってあると思うんですよね。で、この悪夢がですね、メンタルの状態を理解するために役に立つんですね。で、今回ですね、研究の結果から悪夢とメンタルの状態に関連性があることが見つかったんです。ですから、悪夢を調べることでメンタルの状態が判定できるという可能性があるんですね。で、この研究はフィンランドのクオピオ大学からの報告なんですけども、この研究は悪夢の頻度と自殺のリスクの関係性について調べる目的で行われました。で、メンタルが最も低下している状態というのは、一つはうつ病があるんですけども、
このうつ病だと自殺の確率ってリスクってめちゃくちゃ上がるんですよね。ですから今回の研究報告で自殺のね、その関連性があるということを調べたんですけども、これがあるとすればですね、うつ病リスクも高いと、つまりメンタルも低下しているということなんですよ。で、この研究の対象者はですね、25歳から64歳の3万6211人で、とてもですね、その大人数を対象としていますので、結構信頼性の高い研究なんですよね。で、この研究では質問表を使って悪夢の頻度を推定しました。そして、これらの対象者は死亡するまで追跡調査が行われて、悪夢と自殺のリスクの関係性を評価したんですね。だから、この対象者に対してですね、あなたは悪夢どれぐらいの頻度で見てますかみたいに調べて、それをその方がね、亡くなるまで、調査を行っていったんですね。すると、その3万6千人ぐらいの方の中から自殺する方も出てきますので、その悪夢と自殺との関連性を検査していて、調査していったんです。その結果、悪夢の頻度は自殺のリスクに直接関係しているということが分かりました。直接だからすごい関係性があったんですね。で、悪夢をですね、時々抱えている方では、自殺の相対リスクが57%も高くて、頻繁に悪夢を報告する方ではなんと105%も自殺のリスクが高くなることが分かったんですね。すごい関連性ですよね。だから悪夢をね、もう寝るたびにね見てしまうという方はもう2倍近く自殺リスクが高いということが分かったんですよ。つまり悪夢の頻度と自殺のリスクには、その悪夢を見る頻度でね、その回数によって自殺のリスクが上がっていくという比例関係があることが分かったんですね。これはとても恐ろしいことだと思いませんか？あなたもですね、今までになんか最近ね、寝るたびに悪い夢を見やすいななんて経験をされたことがあると思います。しかしですね、その時、あなたのメンタルはものすごく低下していて、もしかしたらうつ傾向になってしまい、自殺リスクが上がっていたかもしれない。もしかしたらその次のタイミングでですね、うつ病にいきなりなってしまって、もう全然やる気が出なくて、仕事も行けなくて、家事もできない、育児もできない、人間関係もできない、そんなうつ病になったかもしれないと考えると、とても恐ろしいですよね。そしてその先にはね、命のリスクがあるということですから、やっぱり怖いことだなというふうに思います。ではですね、このような悪夢をですね、頻繁に見るようになってしまったら、どうやって改善したらいいんでしょうか。悪夢を見ないようにすればいいんですけども、それはですね、よし、じゃあ今日から悪夢を見ないようにするかなんて簡単できるものじゃないんですよね。よし、じゃあもう今日は悪夢は見ないなって、それでね、見ないで済むんだったら、みんな見ないで済むんですよ。でも、そこがね、難しいところなんですよね。やっぱり勝手に夢って見てしまうものですから、勝手に悪夢が作られちゃうので、避けようがないというか、避ける方法が分かってないんですよね。で、そこで重要となるのが、腸内環境と生活習慣の改善、そしてイメージリハーサル療法というものなんですね。で、まずはですね、腸内環境と生活習慣の改善からなんですけども、これがなぜかっていうと、脳内ホルモンの分泌を正常化して、うつ病を防ぐためなんですね。で、自殺というのは、かなり度胸というか、思い切りがいる行為で、自分の命を絶つわけですから、通常の精神状態ではこれは難しいことなんですよ。しかし、それを可能としてしまうのがうつ病なんですね。で、うつ病になってしまう理由の一つにホルモンの影響があります。特にセロトニンという脳内ホルモンはとても重要で、これが不足してしまうと、どんどんうつ傾向になることが分かっているんですね。ですが、このセロトニンという脳内ホルモンがどこで作られているかというと、これは腸で作られているんですよ。脳のホルモンなのに腸で作られているんですね。それも腸内環境が良くないと善玉菌がセロトニンを作り出せないですので、このセロトニンの分泌量がどんどん減ってしまうことになります。で、そうするとですね、セロトニン不足でうつ病になってしまって悪夢も頻発してですね、そして自殺のリスクが上がってしまうということになるんですね。ですから腸内環境を改善することが重要なんですね。で、腸内環境を改善するためには善玉菌を増やしてくれる乳酸菌であるとかオリゴ糖、食物繊維をたくさん摂るようにして、悪玉菌を増やしてしまう動物性タンパク質であるとか砂糖とか脂質の多い食事などを減らすことが重要になります。ですので、これらの食生活をね、改善する必要があるんですが、これをまとめてできる方法があるんですね。で、その食事法が孫優しい食
食事というものになります。で、この方法はですね、この食事法のね、方法は別の動画で詳しくお伝えしていますので、後で下の説明欄からそちらの動画もね、ご覧になってください。やっぱり食生活変えるというのはとても大事なことですね。で、うつ病の方ってね、結構食生活悪い方多いんですよ。コンビニ食品であるとか、毎日ご飯だけとか麺だけとかパンだけみたいな方結構多いんですよね。なので食生活変えるだけでもこのうつ病を防いで自殺のリスクを下げることができますので、この食生活変えるというのはぜひ試していただきたいです。で、また生活習慣も重要です。例えばですね、睡眠の質が低いとうつ病を発症する確率が上がってしまいますし、ストレスが多い場合にも腸内環境が悪化してしまいます。そしてですね、運動をしていないとか、日中外に出る機会が少ないと、これでもセロトニンが減ってしまうんですね。ですから、正しい生活習慣と睡眠の質を高くして、ストレスを減らす、そして運動であるとか、日に当たる習慣を作る、こういったことが重要となるんですね。で、これらの方法もですね、別の動画で詳しくお伝えしますので、後で下の説明欄からね、ご覧になってください。で、ここまでがね、基本の対策なんですよ。うつ病を防ぐために、自殺を防ぐために、基本の対策がここまでなんですね。でもですね、じゃあですね、今日からすぐにできる、むしろ今からできる対策も知っておきたいですよね。そんなあなたにおすすめなのが、イメージリハーサル療法です。これは悪夢を見ないようにする方法で、多くの診療機関で有効性が認められている方法なんですね。で、これですね、なんとアメリカの睡眠医学会のガイドラインでは、悪夢の治療法の中で第1位に挙げられているという、ものすごい効果のある悪夢対策なんです。でも、そうやって聞くとですね、難しそうな方法だななんて思っちゃいますよね。そんな1位に上がってる方法なんてね、食事変えるみたいに結構大変なんでしょみたいに思っちゃうかもしれませんが、この方法ですね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。で、この方法ね、どうやってするかっていうと、あなたが見たですね、悪夢の内容をね、起きたすぐって覚えてるじゃないですか。この悪夢の内容を思い出していって、そして最後の悪い結末をポジティブな、あるいは現実的なものに書き換えてしまう、思い変えてしまうという方法なんですね。で、例えばですね、崖をね、落ちていく悪夢を見た方って結構多いと思うんですけども、みたいなね、落ちていく目で、どこで着地するんだみたいな、死んじゃうんじゃないかみたいな夢見たことがある方もいらっしゃると思うんですが、この時にですね、この夢を見て飛び起きたんであれば、怖かったと思った後に、実はですね、その崖の下にね、プールがあってね、水にボシャーンと落ちて助かったとか、実はクッションがね、その発泡スチロールみたいなスポンジ状のものがたくさん敷き詰められていて、ドッキリでしたみたいな、そんな結末であるとかね、それで無事でしたみたいなとか、そこからね、急に空をビューンで飛ぶようなイメージをしていただいてもいいですし、あるいはですね、岩がね、ゴロゴロゴロって転がってきて、大きな岩がね、ドーンとした岩がね、ゴロゴロゴロって転がってきて、逃げないとみたいな夢を見た方であればですね、その岩がですね、その横にね、ゴロゴロって落ちていっちゃって、あれみたいな、もう簡単に終わっちゃったみたいな、そんな結末をね、思い浮かべるとか、何かいい結末の方に、自分の中で思い変えていくんですよね。その夢の中では、その岩がね、ゴロゴロゴロってきて、ドカーンってぶつかって、怪我しちゃったみたいな、そんな結末だったとしてもですね、その起きた後に自分がもっといい結末だったらこうだな、ハッピーエンドだったらこうかなっていうのを思い変えていくという方法なんですよ。これは誰でもできますよね。ですから、悪夢を見るたびにですね、起きた時はね、やっぱりすごいね、はぁはぁ言っているしね、息も切れるし、すごい心臓もドクンドクンしていて、なかなか落ち着かないと思いますが、私のね、以前の動画ですぐ自律神経をコントロールする方法も、お伝えしているんですけども、その呼吸法のね、それを動画ね、また後で説明なんか見ていただきたいんですが、この呼吸法でね、息を整えながら、興奮してしまった交感神経を落ち着けながらですね、落ち着いてきたら、さっき言ったようなね、結末をハッピーエンドに変えるような、そういったイメージングを毎回していただきたいんですね。で、そうすることで、この悪夢を減らすことができるというか、なくすことができるんです。で、なんでですね、これで悪夢を見ないようにできるかなんですけども、実は不安であるとか、抑うつ状態というのは、私たち自身の捉え方によるところがとても大きいからなんですよ。で、あなたが悪いイメージを持っていれば悪い夢を見ますし、いいイメージを持っているといい夢を見ることができるんですね。ですから悪夢も同じで、悪夢を見た後に悪いイメージで終わらせてしまうと、次回も悪い夢を見そうなんてイメージしちゃうとですね、思うんです。
こういったイメージをしちゃうと思うんですが、それをですね、いいイメージで終わらせることで、悪い夢の習慣を断つという方法なんですね。だから、この前ね、というか、昨日とかさっきとかね、崖から落ちてね、すごい嫌な気分だったなというふうに思ったところをですね、実はさっきの結末は、その後ですね、ビューンと飛び上がってね、めちゃくちゃ空を気持ちよく飛んで、すごいいい夢だった。また見たいくらいだな、みたいな、そんな感じで、また寝ていただくことで、この悪夢を防ぐことができるんですね。で、これね、夢のコントロール方法とかでもあるんですが、やっぱりいいイメージを持って寝るっていうのは、いい夢を見るために効果的なんですよ。あるいは、強くですね、見たい夢をイメージすることで、その夢を見れる確率っていうのも上がっていくんですね。なので、悪夢じゃなくて、いい夢を想像して寝るというのはとても大事な方法なんですね。ですので、もしもですね、悪夢を何度も見てしまうという方は、さっき説明した腸内環境と生活習慣の改善という方法に合わせて、このイメージリハーサル療法もお試しになってください。やっぱりね、寝るときにね、結構不安なことを考えがちな方多いと思うんですけども、将来大丈夫かなとか、お金大丈夫かなとかね、自分の昇進とか進路とか大丈夫かなみたいな考えながら寝る方ってね、結構いらっしゃるかもしれませんが、これっていい寝つき方法じゃないんですよね。そうすると悪夢の頻度が上がってしまいますから、それでまた凹んでしまってね、翌日の、パフォーマンスもうまくいかない、上がらないということになっちゃいますので、やっぱり寝るときにはね、いいイメージをしながら寝るのが一番いいんですよ。ですので、ぜひですね、このイメージリハーサル療法、いいイメージをしながら寝るっていうのも試してみてください。で、またですね、この研究結果のいいところってもう一つあって、あなたの周りの方にも応用することができるってことなんですね。で、今ですね、日本人は自殺を考えたことがある方の割合が多くて、約2割ほどの方は以前に自殺を考えたという調査結果があるんですね。ですから、5人に1人の割合になりますので、決して少ない人数ではないんですよ。ですが、そんな自殺を考えたことがある方の中で、じゃあ誰かに相談をしたのかっていうのを、こういった調査結果があるんですけども、約6割の方は相談したことがないんですよね。俺自殺しようかなって考えたことがあるんだよとかね、家族とか友人とか恋人とか、そういった方にね、相談した方って、約6割の方は相談してないんですよね。これってとても恐ろしいことじゃないですか。あなたの大切な方が相談せずに自殺を考えてるかもしれないってなんてことは、恐ろしいことですよね。だからといって、あなたは自殺をしたいと思ってますかなんていうふうに聞けないじゃないですか。あなた、もしかして死のうと思ってませんでしたかみたいな。そんなことってね、しょっちゅう聞けないですから、なかなかこの人がね、相手が大切な方が自殺をしようとしてるかなんて気づくことが難しいんですよ。でもですね、そんな時にはこの悪夢を見る回数を聞いていただければいいんですね。もしもあなたの大切な方がね、元気がないようであれば、どう最近悪い夢を見ることがあるなんて聞いていただいて、もしもこの悪夢を見る回数が多ければ、かなりメンタルが低下してしまっている可能性がありますので、今回お伝えしたような対策ですね、腸内環境を良くしたり、生活習慣を良くしたり、イメージリハーサル療法を試してみたりということをね、その方にアドバイスしてあげて対策を行う必要がありますよね。そうすることでね、最悪の状況を防ぐことができますので、ぜひあなたの周りの方にもね、これを覚えておいていただいて、悪夢を見る回数が多いとか、その方が落ち込んでいるとか、そういった時にはね、使っていただければと思います。で、悪夢というのは自殺と密接な関係のあるとても恐ろしいものなんです。しかし、悪夢と自殺はちゃんとした対策を行うことで改善することが可能であることがすでに分かってきていますので、ぜひ早めに対策を始めましょう。私の生態やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。また今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひもう一本動画をご覧になっていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。